こんにちは、投稿者です。前回は、フライトコントローラーのミキシングが完了し、飛行直前まで準備が進みましたが、またサーボが故障してしまい、フライトコントローラーによる初飛行はお預けとなりました。調査の結果、サーボの故障原因の 99% が熱破壊であると分かり、コンバーターを追加し、電流を制限する対策を講じますが、接続ミスによりフライトコントローラーを壊してしまいました。今回は前回に続き熱破壊への対策を行いますが、動画コメント欄でモーターの停止時には起動電流よりさらに強力な逆起電流が生じるとの情報をいただきましたので、その対策も合わせて行います。そして、焼損したであろうサーボのモーターから新事実が判明します。それでは、VTOL 機に尾翼はいらない。プロジェクト第8回熱破壊からサーボを守れ編、始まりです。前回は、サーボの故障原因として、モーターの起動時に生じる起動電流だけに着目していました。しかし、その停止時にはより強い定格電流の15倍に及ぶ逆起電流が生じることが新たに分かりました。つまり、サーボは故障時、起動電流と逆起電流による 4000Hz の往復ビンタにさらされていたのです。追加の調査により、それらによる高電圧スパイク、サージは、モーターだけでなく、スイッチング素子でも生じるため、コンバーターやフライトコントローラーもその発生源となり、配線等を通じ、他の機器に伝わり、ダメージや誤動作の原因となるようです。そこで今回は、前回導入のコンバーター以外に、ハードウェア上では、次の3つのサージ対策を行います。1、モーターが生じさせる逆起電流の対策として、砂場回路の導入。2、サーボ信号に、サージが混入するのを防止する、フェライトコアの導入。3、サーボ電源に、サージが混入するのを防止する、デカップリングコンデンサーの導入。これらは、一般的で、かつ費用も重量も負担が少ないため、導入することにしました。最初に、砂場回路を取り付けるための準備を行います。回路の効果を最大化するには、モーターの両極に直接接続する必要があるため、サーボの改造が必要となります。そこで、故障したサーボを使用し、改造のテストをします。裏蓋を開けたところで、改造のついでに、故障したサーボのモーターに電流を流してみようと思いつきます。焼損なら無反応が確認できるはずです。そして通電の結果、予想に反しモーターは回転し、焼損したのは制御回路であることが分かりました。つまりこれはモーターの外を流れる逆起電流により、周辺回路が先に焼損したということであり、その対策の方がより重要であることを示します。残念ながら無事だったモーターに3アンペアを流したことにより、本当に焼損させてしまいました。改造テストを続けます。改造の内容は、砂場回路をサーボの外に後付けできるよう、モーターの両極に外につながる端子を取り付けます。目論見通りにできました。改造テストが成功したので、改造の本番です。
使用するのは 2.54mm ピッチ QI コネクタのコンタクトピンです。2列のピンヘッダーを使ってハンダ付け用のジグを作ります。このようにモーターの端子にコンタクトピンをハンダ付けします。中央のピンでモーターからの距離を調整します。取り付け角度はピンヘッダーを削って調整します。一つ目のサーボの裏蓋は改造テストのものを流用します。二つ目の裏蓋に穴を開けます。できました。作動も問題なしです。使用するフェライトコアです。砂場回路の製作は後回しにし、先にフェライトコアとデカップリングコンデンサーの取り付けを行います。今回、フェライトコアは円形のトロイダルコアを使用し、デカップリングコンデンサーには22マイクロファラッドの電解コンデンサーを使用します。デカップリングコンデンサーは、サーボの電源コードのプラスとマイナスの間につなぎます。ここなら、サーボを受信機、フライトコントローラー、コンバーターと何につないでも機能を享受できます。ただし、前回から導入した高圧コンバーターは、スイッチング素子を使用しないリニア方式のためサージは生じません。リニア方式は、インプット電圧との差分を熱として捨てるため、発熱が大きく効率が悪いのですが、サーボの稼働と発熱が比例するため、発熱具合から飛行中のサーボの稼働状態を推測でき、PID チューニングが済むまでは、むしろ都合が良いと考えています。作動も問題なしです。次は砂場回路の製作です。今回製作するのは画面上の RCD 砂場回路です。R は抵抗、C はコンデンサー、D はダイオードを意味し、中央の M はモーターです。
サーボの回転方向により、逆気電流の向きも逆転するため、その一方向に対してこの回路は、D を経由しない RC 砂場回路として働くはずです。まず、ピンヘッダーをハンダ付けします。中央のピンは使わないので除去します。このチップは積素セラミックコンデンサーです。比較的容量が大きく、極性を持たないため、これにより、向きの変わる逆気電流に対応できる回路が3つの部品で作れます。最後に、ピンヘッダーからヘッドを除去し、ピンだけを残します。できました。作動も問題なしです。サーボにかかる負荷が左右対称のため、回路も左右対称にしました。使用した部品は SMD セラミックコンデンサー22マイクロファラッド 25V。ショットキーバリア整流ダイオード 1N5819。金属酸化膜抵抗器 1W 51オームです。サーボは正常に作動しました。前回、コンバーターも壊してしまったので、作り直します。前回は2つのコンバーターで、各サーボに、定格電流の約2倍の 0.8A を供給する仕様でしたが、それでもサーボは正常に作動したので、今回はさらに、コンバーターを1つに減らし、定格電流 0.35A に対し、0.4A の給電で、サーボが正常に作動するかを確認してみます。コンバーターをテストします。作動が確認できたので、収縮チューブをかぶせ、仕上げます。コンバーターができたので、実際の構成で、サーボの作動テストをします。極性を間違えないよう、信号線側を白く塗りました。スティック操作に反応しません。サーボや砂場回路に発熱はありません。つなぐサーボを一つにしたところ、正常に作動しました。動かし続けると、
コンバーターはすぐに高温になります。サーボを使うなら、最終的には、効率の良い、スイッチング方式のコンバーターか、SBAC が良いでしょう。もう一方も、一つなら、正常に作動したので、サーボの電源には少なくとも、定格電流の2倍の容量が必要なようです。というわけで、このタイプを作り直しました。次は、第5回で導入した、この G 音を減らすための、大胸筋に、変更を加えます。前回、それが、サーボの負荷を減らし、焼損のリスクを減らす、重要な要素であると判明しましたが、使い勝手が悪く、見た目も良くありませんでした。そこで、直接非小筋に変更することにしました。これは、昆虫が持つ、羽を振り下ろすための筋肉です。肩に M3 ネジをつけ、そこにその筋肉を取り付けます。余談ですが、肩軸の交換には手間がかかります。改造を続けます。開けた下穴に M3 タップを立てます。肩板も同様にネジを取り付けます。直接非小筋に変更した結果、肩軸の組み立てが簡単になりました。衝撃の吸収機能も期待できそうです。新しいフライトコントローラーは、オムニバス F4V3S です。今、F4 世代は安く入手できます。機体に必要なものを乗せて、筋力を調整します。筋力が少し弱いようです。良くなりました。サーボの力に頼ることなく腕を水平に保てます。サーボホーンとつないでも G 音はしません。負荷をかけると G 音が出ます。
地上では逆に G 音がしますが、これはサーボホーンの地上位置を設定すれば解決できます。G 音による 4000Hz の往復ビンタが解消できたところで、今回の動画はここまでとなります。今回、砂場回路、他を導入しましたが、それらがジャイロの併用で生じるサーボの焼損問題を本当に解消できるのか。その答えは PID チューニングの結果を待つことになります。フランスの哲学者アンドレ・マルローは次の言葉を残したとされます。次回はジャイロがより正しく機能するよう機体の剛性を強化した上でフライトコントローラーを使用した初ホバリングを目指します。それでは次回、VTOL 機に尾翼はいらない。プロジェクト第9回、目指せ、フライトコントローラー搭載による初ホバー編。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。